これはオキアミのゴリアテくんです。あまり愛着を持たないで。今日はこの1センチの甲殻類が4000万の親友たちと同じ運命をたどります。世界最大のシロナガスクジラのお腹で終身刑となるのです。リバイアサと呼びましょう。彼女は重さ15万トン。世界で一番大きい動物です。しかし重量では最大の生き物とは言えません。リバイアサの40頭分に相当すると生物がいます。その巨大生物はどこにいるのでしょうか。ここユタ州です。すみません、近すぎましたね。ここです。これはパンド。私は広がるという意味があります。パンド、別名アメリカヤマナラシは同じ遺伝子を持つ樹幹が約4万7000本あり、一つの巨大な根茎から発育しているため、科学者はパンドを単体の生物だと考えます。パンドは世界最大重量の生物としての勝者であり、なんと6000トンにもなるのです。どうやってそんなに巨大になったのでしょう。遺伝学的には特別なヤマナラシではありません。パンドの大きさには主に3つの要因があります。樹齢、場所、進化に適応した驚くべき自己複製力です。パンドは非常に古いため、この稀な広がりを持つのです。どれくらい古いのか、それは誰にもわかりません。年輪年代学者の推定では8万から100万年です。パンドの年齢を正確に測定する簡単な方法がないのは、1本の幹の年輪を数えても200年ほどしか計算できないのは、成長、死、再生のサイクルを繰り返しているためです。個々の木は130年ほど生き、その後倒れ、新しい木と入れ替わります。次に場所。約1万2000年前に終わった氷河期は、ヤマナラシに適した北米の気候の大部分を氷河が覆いました。ですから単一の遺伝子で同じ規模のコロニーが他にもあったとしても絶滅していたでしょう。一方でユタ州の一角にあるパンドは氷河を逃れました。その栄養に富む土壌でパンドは増え続けました。葉を落とし、樹幹が倒れ、それが新しい世代の複製を生む栄養になります。これはパンドの大きさを説明する第3の要因、複製能力にもつながります。ヤマナラシは有性生殖により新しい個体を生んだり、無性生殖で自分の複製を作ります。条件が悪いと有性生殖をする傾向があり、生存への最善の戦略のため他の場所に移動します。木ではなく種は移動可能です。他の生物と同様にパンドは数万から数十万年前に有性生殖によって誕生しました。風や花粉によって片方の花粉がもう一方の元へ運ばれ、性細胞が卵細胞を受精させ、花が果実を実らせ、それが割れ、たくさんの小さな種を放出し、風でその種の一つが湿潤な土地、現在のユタ州に運ばれ、パンドの最初の茎が根を張り芽吹きました。その数年後、無性生殖ができるまでに成長します。無性生殖、つまり自己複製は、その環境が成長に好ましい時に起こります。ヤマナラシの根は長く、土の中に潜り込み、これらが芽吹き、新しい樹幹に成長します。パンドが成長している間に、私たちの祖先も広がっていきました。洞窟壁画を描いていた狩猟採集民は氷河期を生き抜き、北アメリカを発見し、エジプトやメソポタミアで文明を打ち立て、戦争をし、動物を家畜化し、また戦争を行い、国を形成し、機械を作り、インターネットを開発し、また戦争を繰り返します。パンドは変動する気候や迫り来る氷河から何千年も生き抜いてきました。しかし人間から生き延びられるでしょうか。倒れた幹を補うために新しい茎は必要以上にゆっくりと成熟していきます。科学者は主な原因を2つ特定しています。1つ目はパンドから火を奪ったこと。火事で森がなくなるとヤマナラシの根は生き残り、
地面から一斉に大量の芽が吹き出します。2つ目は畜牛やミュールジカなどの草食動物。私たちが局地的に絶滅寸前まで狩猟してきた天敵がパンドの新芽を食べているのです。もし世界最大の生物を失ったら科学的な宝をなくしてしまいます。パンドの樹幹は遺伝的に同一なので、木の微生物や気候が樹木の成長に与える影響など、あらゆる研究を行うための管理された環境をもたらしてくれます。パンドを救うチャンスは、その地域で草を食べる家畜を減らし、脆弱な若木を保護することです。今、行動を移す時です。この自然界のたくさんの脅威と同様に、一度失われると元に戻るにはとてつもなく長い時間がかかるのです。自然を守り保護することは世界のすべての国、企業、地域社会にとっての優先事項です。今すぐできる具体的な方法を知りたい方は edo.ted.com/artschool にアクセスしてください。